歯車。芥川龍之介。1、レーンコート。僕は、ある知り人の結婚披露式に連なるために、カバンを一つ下げたまま、東海道のある停車場へ、その奥の避暑地から自動車を飛ばした。自動車の走る道の両側は、大抵松ばかり茂っていた。上り列車に間に合うかどうかは、かなり怪しいのに違いなかった。自動車にはちょうど僕の他にある理髪店の主人も乗り合わせていた。彼は夏目のように丸々と太った短い顎ひげの持ち主だった。僕は時間を気にしながら時々彼と話をした。妙なこともありますね。バツバツさんの屋敷には昼間でも幽霊が出るって言うんですが。昼間でもね。僕は冬の西日の当たった向こうの松山を眺めながら、いい加減に調子を合わせていた。もっとも天気のいい日には出ないそうです。一番多いのは雨の降る日だって言うんですが。雨の降る日に濡れに来るんじゃないか？ご冗談で。しかし、レインコートを着た幽霊だって言うんです。自動車はラッパを鳴らしながら、ある停車場へ横付けになった。僕はある理髪店の主人に別れ、停車場の中へ入っていった。すると、果たして上り列車は2、3分前に出たばかりだった。待合室のベンチには、レインコートを着た男が一人、ぼんやり外を眺めていた。僕は今聞いたばかりの幽霊の話を思い出した。が、ちょっと苦笑したぎり、とにかく次の列車を待つために停車場前のカフェへ入ることにした。それはカフェという名を与えるのも考え物に近いカフェだった。僕は隅のテーブルに座り、ココアを一杯注文した。テーブルにかけたオイルクロースは白地に細い青の線を粗い格子に引いたものだった。しかし、もう隅々には薄汚いカンバスを表していた。僕はにかわ臭いココアを飲みながら、人気のないカフェの中を見回した。埃じみたカフェの壁には、親子丼だの、カツレツだのという紙札が何枚も貼ってあった。地卵、オムレツ。僕はこういう紙札に、東海道線に近い田舎を感じた。それは麦畑やキャベツ畑の間に電気機関車の通る田舎だった。次の上り列車に乗ったのはもう日暮れに近い頃だった。僕はいつも2等に乗っていた。が、何かの都合上、その時は3等に乗ることにした。汽車の中はかなり混み合っていた。しかも僕の前後にいるのは、大磯かどこかへ遠足に行ったらしい小学校の女生徒ばかりだった。僕は巻きタバコに火をつけながら、こういう女生徒の群れを眺めていた。彼らはいずれも快活だった。のみならず、ほとんど喋り続けだった。写真屋さん、ラブシーンって何？やはり遠足についてきたらしい僕の前にいた写真屋さんは、なんとかお茶を濁していた。しかし14、15の女生徒の一人は、まだいろいろのことを問いかけていた。僕はふと彼女の鼻に蓄膿症のあることを感じ、何か微笑まずにはいられなかった。それからまた僕の隣にいた12、13の女生徒の一人は、若い女教師の膝の上に座り、片手に彼女の首を抱きながら、片手に彼女の頬をさすっていた。しかも誰かと話す合間に、時々こう女教師に話しかけていた。かわいいわね、先生は。かわいい目をしていらっしゃるわね。彼らは僕には女生徒よりも一人前の女という感じを与えた。リンゴを皮ごとかじっていたり、キャラメルの紙を剥いていることを除けば。しかし年かさらしい女生徒の一人は、
僕のそばを通るときに誰かの足を踏んだと見え、ごめんなさいまし、と声をかけた。彼女だけは彼らよりもませているだけに、かえって僕には女性とらしかった。僕は巻きタバコをくわえたまま、この矛盾を感じた僕自身を冷笑しないわけにはいかなかった。いつか伝統を灯した汽車は、やっとある郊外の停車場へ着いた。僕は風の寒いプラットフォームへ降り、一度橋を渡った上、送電電車の来るのを待つことにした。すると偶然顔を合わしたのは、ある会社にいる T 君だった。僕らは電車を待っている間に不景気のことなどを話し合った。T 君はもちろん僕などよりもこういう問題に通じていた。が、たくましい彼の指にはあまり不景気には縁のないトルコ石の指輪もはまっていた。大したものをはめているね。これか？これはハルビンへ商売に行っていた友達の指輪を買わされたのだよ。そいつも今は往生している。コーペラティブと取引ができなくなったものだから。僕らの乗った送電電車は幸いにも汽車ほど混んでいなかった。僕らは並んで腰を下ろし、いろいろのことを話していた。T 君はついこの春にパリにある勤め先から東京へ帰ったばかりだった。したがって僕らの間にはパリの話も出がちだった。海洋婦人の話、カニ料理の話、五外遊中のある殿下の話。フランスは存外困ってはいないよ。ただ、元来フランス人というやつは税を出したがらない国民だから、内閣はいつも倒れるがね。だってフランは暴落するしさ。それは新聞を読んでいればね。しかし向こうにいてみたまえ。新聞市場の日本なるものは、のべつ大地震や大洪水があるから。すると、レインコートを着た男が一人、僕らの向こうへ来て腰を下ろした。僕はちょっと不気味になり、何か前に聞いた幽霊の話を T 君に話したい心持ちを感じた。が、T 君はその前に、杖の柄をくるりと左へ向け、顔は前を向いたまま、小声に僕に話しかけた。あそこに女が一人いるだろう。ネズミ色の毛糸のショールをした。西洋髪に言った女か？うん。風呂敷包みを抱えている女さ。あいつはこの夏は軽井沢にいたよ。ちょっと洒落た様相などをしてね。しかし、彼女は誰の目にもみすぼらしいなりをしているのに違いなかった。僕は T 君と話しながら、そっと彼女を眺めていた。彼女はどこか眉の間に気違いらしい感じのする顔をしていた。しかもそのまた風呂敷包みの中から豹に似た海面をはみ出させていた。軽井沢にいた時には若いアメリカ人と踊ったりしていたっけ？モダン、なんというやつかね。レインコートを着た男は僕の T 君と別れる時にはいつかそこにいなくなっていた。僕は送電電車のある停車場からやはりカバンをぶら下げたままあるホテルへ歩いて行った。往来の両側に立っているのは大抵大きいビルディングだった。僕はそこを歩いているうちにふと松林を思い出した。のみならず僕の視野のうちに妙なものを見つけ出した。妙なものを、というのは絶えず回っている半透明の歯車だった。僕はこういう経験を前にも何度か持ち合わせていた。歯車は次第に数を増やし、半ば僕の視野を塞いでしまう。が、それも長いことではない。しばらくの後には消え失せる代わりに、今度は頭痛を感じ始める。それはいつも同じことだった。眼科の医者は
この錯覚のためにたびたび僕に節縁を命じた。しかしこういう歯車は僕のタバコに親しまない20歳前にも見えないことはなかった。僕はまた始まったなと思い、左の目の視力を試すために片手に右の目を塞いでみた。左の目は果たして何ともなかった。しかし右の目のまぶたの裏には歯車がいくつも回っていた。僕は右側のビルディングの次第に消えてしまうのを見ながらせっせと往来を歩いていった。ホテルの玄関を入った時には歯車ももう消え失せていた。が、頭痛はまだ残っていた。僕は街灯や帽子を預けるついでに部屋を一つ取ってもらうことにした。それからある雑誌社へ電話をかけて金のことを相談した。結婚披露式の晩餐はとうに始まっていたらしかった。僕はテーブルの隅に座り、ナイフやフォークを動かし出した。正面の新郎や新婦をはじめ、白い王子型のテーブルについた50人余りの人々は、無論いずれも陽気だった。が、僕の心持ちは明るい電灯の光の下にだんだん憂鬱になるばかりだった。僕はこの心持ちを逃れるために、隣にいた客に話しかけた。彼はちょうど獅子のように白い頬ひげを伸ばした老人だった。のみならず、僕も名を知っていたある名高い漢学者だった。したがって、また僕らの話はいつか古典の上へ落ちていった。キリンはつまり一角獣ですね。それから、鳳凰もフェニックスという鳥の。この名高い漢学者は、こういう僕の話にも興味を感じているらしかった。僕は機械的に喋っているうちに、だんだん病的な破壊欲を感じ、行春を架空の人物にしたのは無論、春秋の著者もずっと後の漢代の人だったことを話し出した。するとこの漢学者は露骨に不快な表情を示し、少しも僕の顔を見ずに、ほとんど虎のうなるように僕の話を切り離した。もし行春もいなかったとすれば、孔子は嘘をつかれたことになる。聖人の嘘をつかれるはずはない。僕は無論黙ってしまった。それからまた皿の上の肉へナイフやフォークを加えようとした。すると小さいウジが一匹、静かに肉の縁にうごめいていた。ウジは僕の頭の中にワームという英語を呼び起こした。それはまた、キリンや鳳凰のように、ある伝説的動物を意味している言葉にも違いなかった。僕はナイフやフォークを置き、いつか僕の杯にシャンパーニュの継がれるのを眺めていた。やっと晩餐の済んだ後、僕は前に取っておいた僕の部屋へこもるために人気のない廊下を歩いていった。廊下は僕にはホテルよりも監獄らしい感じを与えるものだった。しかし幸いにも頭痛だけはいつの間にか薄らいでいた。僕の部屋にはカバンはもちろん帽子や街灯も持ってきてあった。僕は壁にかけた街灯に僕自身の立ち姿を感じ、急いでそれを部屋の隅の衣装戸棚の中へ放り込んだ。それから兄弟の前へ行き、じっと鏡に僕の顔を映した。鏡に映った僕の顔は、皮膚の下の骨組みを表していた。ウジはこういう僕の記憶にたちまちはっきり浮かび出した。僕は戸を開けて廊下に出、どこということなしに歩いていった。するとロビーへ出る隅に緑色の傘をかけた背の高いスタンドの電灯が一つガラス戸に鮮やかに映っていた。それは何か僕の心に平和な感じを与えるものだった。僕はその前の椅子に座り、いろいろのことを考えていた。が、そこにも5分とは座っているわけにいかなかった。
レインコートは今度もまた僕の横にあった長椅子の背にいかにもだらりと脱ぎかけてあった。しかも今は寒中だというのに。僕はこんなことを考えながらもう一度廊下を引き返していった。廊下の隅の旧士だまりには一人も旧士は見えなかった。しかし彼らの話し声はちょっと僕の耳をかすめていった。それは何とか言われたのに答えた、オーライという英語だった。オールライト？僕はいつかこの対話の意味を正確につかもうと焦っていた。オールライト？オールライト？何が一体オールライトなのであろう。僕の部屋はもちろんひっそりしていた。が、戸を開けていることは妙に僕には不気味だった。僕はちょっとためらった後、思い切って部屋の中へ入っていった。それから鏡を見ないようにし、机の前の椅子に腰を下ろした。椅子はトカゲの皮に近い青いマロック川の安楽椅子だった。僕はカバンを開けて原稿用紙を出し、ある短編を続けようとした。けれどもインクをつけたペンはいつまで経っても動かなかった。のみならずやっと動いたと思うと、同じ言葉ばかり書き続けていた。オーライ、オーライ、オーライさあ、オーライ。そこへ突然鳴り出したのは、ベッドのそばにある電話だった。僕は驚いて立ち上がり、受話器を耳へやって返事をした。どなた？私です、私。相手は僕の姉の娘だった。なんだい、どうかしたのかい？ええ、大変なことが起こったんです。ですから、大変なことが起こったもんですから、今おばさんにも電話をかけたんです。大変なこと？ええ、ですからすぐに来てください。すぐにですよ。電話はそれぎり切れてしまった。僕は元のように受話器をかけ、反射的にベルのボタンを押した。しかし僕の手の震えていることは僕自身はっきり意識していた。九死は容易にやってこなかった。僕は苛立たしさよりも苦しさを感じ、何度もベルのボタンを押した。やっと運命の僕に教えたオールライトという言葉を了解しながら。僕の姉の夫はその日の午後、東京からあまり離れていないある田舎に歴史していた。しかも季節に縁のないレインコートを引っ掛けていた。僕は今もそのホテルの部屋に前の短編を書き続けている。真夜中の廊下には誰も通らない。が、時々戸の外に翼の音の聞こえることもある。どっかに鳥でも飼ってあるのかもしれない。2. 復讐。僕はこのホテルの部屋に午前8時頃に目を覚ました。が、ベッドを降りようとすると、スリッパは不思議にも片っぽしかなかった。それはこの1、2年の間、いつも僕に恐怖だの、不安だのを与える現象だった。のみならずサンダルを片っぽだけ履いたギリシャ神話の中の王子を思い出させる現象だった。僕はベルを押して九死を呼び、スリッパの片っぽを探してもらうことにした。九死は怪訝な顔をしながら狭い部屋の中を探し回った。ここにありました。このバスの部屋の中に。どうしてまたそんなところに行っていたのだろう。さあ、ネズミかもしれません。僕は九死の退いた後、牛乳を入れないコーヒーを飲み、前の小説を仕上げにかかった。凝海岸を四角に組んだ窓は、雪のある庭に向かっていた。僕はペンを休めるたびに、ぼんやりとこの雪を眺めたりした。雪はつぼみを持った陣長毛の下に都会の梅園に汚れていた。それは何か僕の心に痛ましさを与える眺めだった。
僕は巻きタバコをふかしながら、いつかペンを動かさずにいろいろのことを考えていた。妻のことを、子供たちのことを、仲んづく姉の夫のことを。姉の夫は自殺する前に放火の嫌疑を被っていた。それもまた実際仕方はなかった。彼は家の焼ける前に家の価格に2倍する火災保険に加入していた。しかも偽証罪を犯したために執行猶予中の体になっていた。けれども僕を不安にしたのは、彼の自殺したことよりも僕の東京へ帰るたびに必ず火の燃えるのを見たことだった。僕は、あるいは汽車の中から山を焼いている火を見たり、あるいはまた自動車の中から、その時は妻子とも一緒だった。常盤橋界隈の火事を見たりしていた。それは彼の家の焼けない前にも、おのずから僕に火事のある予感を与えないわけにはいかなかった。今年は家が火事になるかもしれないぜ。そんな縁起の悪いことを。それでも火事になったら大変ですね。保険はろくについていないし。僕らはそんなことを話し合ったりした。しかし僕の家は焼けずに、僕は努めて妄想を押しのけ、もう一度ペンを動かそうとした。が、ペンはどうしても一行とは楽に動かなかった。僕はとうとう机の前を離れ、ベッドの上に転がったまま、トルストイのポリクシュカを読み始めた。この小説の主人公は、虚栄心や病的傾向や名誉心の入り混じった複雑な性格の持ち主だった。しかも彼の一生の悲劇は、多少の修正を加えさえすれば、僕の一生のカリカチュアだった。ことに彼の悲劇の中に運命の霊障を感じるのは、次第に僕を不気味にしだした。僕は1時間と経たないうちにベッドの上から飛び起きるが早いか、窓掛けの垂れた部屋の隅へ力いっぱい本を放りつけた。くたばってしまえ。すると大きいネズミが一匹、窓掛けの下からバスの部屋へ斜めに床の上を走っていった。僕は一足飛びにバスの部屋へ行き、戸を開けて中を探し回った。が、白いタップの影にもネズミらしいものは見えなかった。僕は急に不気味になり、慌ててスリッパを靴に変えると、人気のない廊下を歩いていった。廊下は今日も相変わらず牢獄のように憂鬱だった。僕は頭を垂れたまま階段を上がったり降りたりしているうちに、いつかコック部屋へ入っていた。コック部屋は存外明るかった。が、片側に並んだかまどはいくつも炎を動かしていた。僕はそこを通り抜けながら、白い帽をかぶったコックたちの冷ややかに僕を見ているのを感じた。同時にまた、僕の落ちた地獄を感じた。神よ、我を罰したまえ。怒りたもうことなかれ。おそらくは我滅びん。こういう祈祷も、この瞬間にはおのずから僕の唇に登らないわけにはいかなかった。僕はこのホテルの外へ出ると、青空の映った雪解けの道をせっせと姉の家へ歩いていった。道に沿うた公園の樹木は皆枝や葉を黒ませていた。のみならず、どれも一本ごとにちょうど僕ら人間のように前や後ろを備えていた。それもまた僕には不快よりも恐怖に近いものを運んできた。僕はダンテの地獄の中にある樹木になった魂を思い出し、ビルディングばっかり並んでいる電車線路の向こうを歩くことにした。しかしそこも一丁とは無事に歩くことはできなかった。ちょっと通りがかりに失礼ですが、それは金ボタンの制服を着た22、3の青年だった。僕は黙ってこの青年を見つめ、彼の鼻の左の脇に
ほくろのあることを発見した。彼は棒を脱いだまま、おずおずこう僕に話しかけた。A さんではいらっしゃいませんか？そうです。どうもそんな気がしたものですから。何かご用ですか？いえ、ただお目にかかりたかっただけです。僕も先生の愛読者の。僕はもうその時にはちょっと棒を取ったぎり、彼を後ろに歩き出していた。先生、A 先生。それは僕にはこの頃で最も不快な言葉だった。僕はあらゆる罪悪を犯していることを信じていた。しかも彼らは何かの機会に僕を先生と呼び続けていた。僕はそこに僕をあざける何者かを感じずにはいられなかった。何者かを。しかし僕の物質主義は神秘主義を拒絶せずにはいられなかった。僕はつい2、3ヶ月前にもある小さい同人雑誌にこういう言葉を発表していた。僕は芸術的良心をはじめ、どういう良心も持っていない。僕の持っているのは神経だけである。姉は3人の子供たちと一緒に路地の奥のバラックに避難していた。褐色の紙を貼ったバラックの中は外よりも寒いくらいだった。僕らは火鉢に手をかざしながらいろいろのことを話し合った。体のたくましい姉の夫は人一倍痩せ細った僕を本能的に軽蔑していた。のみならず僕の作品の不道徳であることを公言していた。僕はいつも冷ややかにこういう彼を見下ろしたまま一度も打ち解けて話したことはなかった。しかし姉と話しているうちにだんだん彼も僕のように地獄に落ちていたことを悟り出した。彼は現に寝台車の中に幽霊を見たとかいうことだった。が、僕は巻きタバコに火をつけ、努めて金のことばかり話し続けた。何しろこういう際だし、何もかも売ってしまおうと思うの。それはそうだ。タイプライターなどはいくらかになるだろう。ええ、それから絵なんかもあるし。ついでに N さん、姉の夫の肖像画も売るか？しかしあれは。僕はバラックの壁にかけた額縁のない一枚のコンテ画を見ると、うかつに冗談も言われないのを感じた。歴史した彼は記者のために顔もすっかり肉塊になり、わずかにただ口ひげだけ残っていたとかいうことだった。この話はもちろん、話自身も薄気味悪いのに違いなかった。しかし彼の肖像画はどこも完全に描いてあるものの、口ひげだけはなぜかぼんやりしていた。僕は光線の加減かと思い、この一枚のコンテ画をいろいろの位置から眺めるようにした。何をしているの？なんでもないよ。ただ、あの肖像画は口の周りだけ。姉はちょっと振り返りながら何も気づかないように返事をした。ひげだけ妙に薄いようでしょう？僕の見たものは錯覚ではなかった。しかし錯覚ではないとすれば、僕は昼飯の世話にならないうちに姉の家を出ることにした。まあ、いいでしょう。また明日でも、今日は青山まで出かけるのだから。ああ、あそこ。まだ体の具合は悪いの？やっぱり薬ばかり飲んでいる。催眠薬だけでも大変だよ。バロナール、ノイロナール、トリオナール、ヌマール。30分ばかり経った後、僕はあるビルディングへ入り、リフトに乗って3階へ登った。それからあるレストランのガラス戸を押して入ろうとした。が、ガラス戸は動かなかった。のみならずそこには定休日と書いた
漆塗りの札も下がっていた。僕はいよいよ不快になり、ガラス戸の向こうのテーブルの上にリンゴやバナナを持ったのを見たまま、もう一度往来へ出ることにした。すると、会社員らしい男が二人、何か快活に喋りながら、このビルディングに入るために僕の肩をこすっていった。彼らの一人はその拍子に、イライラしてね、と言ったらしかった。僕は往来に佇んだなり、タクシーの通るのを待ち合わせていた。タクシーは容易に通らなかった。のみならず、たまに通ったのは必ず黄色い車だった。この黄色いタクシーはなぜか僕に交通事故の面倒をかけるのを常としていた。そのうちに僕は縁起のいい緑色の車を見つけ、とにかく青山の墓地に近い精神病院へ出かけることにした。イライラする。タンタライジング、タンタラス、インフェルノ。タンタルスは実際ガラス戸越しに果物を眺めた僕自身だった。僕は二度も僕の目に浮かんだダンテの地獄を呪いながら、じっと運転手の背中を眺めていた。そのうちにまた、あらゆるものの嘘であることを感じ出した。政治、実業、芸術、科学。いずれも皆、こういう僕には、この恐ろしい人生を隠した雑食のエナメルに他ならなかった。僕はだんだん息苦しさを感じ、タクシーの窓を開け放ったりした。が、何か心臓を締められる感じは去らなかった。緑色のタクシーはやっと神宮前へ走りかかった。そこにはある精神病院へ曲がる横丁が一つあるはずだった。しかしそれも今日だけはなぜか僕にはわからなかった。僕は電車の線路に沿い、何度もタクシーを往復させた後、とうとう諦めて降りることにした。僕はやっとその横丁を見つけ、ぬかるみの多い道を曲がっていった。するといつか道を間違え、青山西条の前へ出てしまった。それはかれこれ10年前にあった夏目先生の告別式以来、一度も僕は門の前さえ通ったことのない建物だった。10年前の僕も幸福ではなかった。しかし少なくとも平和だった。僕は砂利を敷いた門の中を眺め、漱石参謀の芭蕉を思い出しながら、何か僕の一生も一段落ついたことを感じないわけにはいかなかった。のみならず、この墓地の前へ10年目に僕を連れてきた何者かを感じないわけにもいかなかった。ある精神病院の門を出た後、僕はまた自動車に乗り、前のホテルへ帰ることにした。が、このホテルの玄関へ降りると、レインコートを着た男が一人、何か急死と喧嘩をしていた。急死と？いや、それは急死ではない。緑色の服を着た自動車係だった。僕はこのホテルへ入ることに何か不吉な心持ちを感じ、さっさと元の道を引き返していった。僕の銀座通りへ出た時には、かれこれ日の暮れも近づいていた。僕は両側に並んだ店や目まぐるしい人通りに一層憂鬱にならずにはいられなかった。ことに往来の人々の罪などというものを知らないように軽快に歩いているのは不快だった。僕は薄明るい街灯に電灯の光の混じった中をどこまでも北へ歩いていった。そのうちに僕の目を捉えたのは雑誌などを積み上げた本屋だった。僕はこの本屋の店へ入り、ぼんやりと何段かの書棚を見上げた。それからギリシャ神話という一冊の本へ目を通すことにした。黄色い表紙をしたギリシャ神話は子供のために書かれたものらしかった。けれども偶然僕の読んだ一行はたちまち僕を打ちのめした。一番偉いツォイスの神でも復讐の神にはかないません。僕はこの本屋の店を後ろに
人混みの中を歩いていった。いつか曲がり出した僕の背中に絶えず僕を付け狙っている復讐の神を感じながら。3、夜。僕はマルゼンの2階の書棚にストリントベルグの伝説を見つけ、2、3ページずつ目を通した。それは僕の経験と大差のないことを書いたものだった。のみならず、黄色い表紙をしていた。僕は伝説を書棚へ戻し、今度はほとんど手当たり次第に厚い本を一冊引きずり出した。しかしこの本も挿絵の一枚に、僕ら人間と変わりのない目鼻のある歯車ばかり並べていた。それはあるドイツ人の集めた精神描写の合集だった。僕はいつか憂鬱の中に反抗的精神の起こるのを感じ、破れかぶれになった賭博狂のようにいろいろの本を開いていった。が、なぜかどの本も必ず文章か挿絵かの中に多少の針を隠していた。どの本も？僕は何度も読み返したマダム・ポバリーを手に取った時さえ、筆境、僕自身も中産階級のムッシュ・ポバリーに他ならないのを感じた。日の暮れに近いマルゼンの2階には、僕の他に客もないらしかった。僕は電灯の光の中に書棚の間をさまよっていった。それから宗教という札を掲げた書棚の前に足を休め、緑色の表紙をした一冊の本へ目を通した。この本は目次の第何章かに、恐ろしい4つの敵、疑惑、恐怖、狂慢、官能的欲望という言葉を並べていた。僕はこういう言葉を見るが早いか、一層反抗的精神の起こるのを感じた。それらの敵と呼ばれるものは、少なくとも僕には感受性や理智の異名に他ならなかった。が、伝統的精神も、やはり近代的精神のように、やはり僕を不幸にするのは、いよいよ僕にはたまらなかった。僕はこの本を手にしたまま、ふといつかペンネームに用いた受領よしという言葉を思い出した。それは簡単の歩みを学ばないうちに受領の歩みを忘れてしまい、蛇行を匍匐して帰郷したという官費師の中の青年だった。今日の僕は誰の目にも受領よしであるのに違いなかった。しかしまだ地獄へ落ちなかった僕もこのペンネームを用いていたことは、僕は大きい書棚を後ろに努めて妄想を払うようにし、ちょうど僕の向こうにあったポスターの展覧室へ入っていった。が、そこにも一枚のポスターの中には、聖ジョージらしい騎士が一人、翼のある竜を刺し殺していた。しかもその騎士は、兜の下に僕の敵の一人に近いしかめっ面を半ば表していた。僕はまた、官費師の中の塗竜の技の話を思い出し、展覧室へ通り抜けずに幅の広い階段を下っていった。僕はもう夜になった日本橋通りを歩きながら、塗竜という言葉を考え続けた。それはまた僕の持っている硯の銘にも違いなかった。この硯を僕に送ったのは、ある若い事業家だった。彼はいろいろの事業に失敗した挙句、とうとう去年の暮れに破産してしまった。僕は高い空を見上げ、無数の星の光の中に、どのくらいこの地球の小さいかということを、従ってどのくらい僕自身の小さいかということを考えようとした。しかし、昼間は晴れていた空も、いつかもうすっかり曇っていた。僕は突然、何者かの僕に敵意を持っているのを感じ、電車線路の向こうにあるカフェへ避難することにした。それは避難に違いなかった。僕はこのカフェのバラ色の壁に何か平和に近いものを感じ、一番奥のテーブルの前にやっと楽々と腰を下ろした。そこには幸い、
僕の他に2、3人の客のあるだけだった。僕は一杯のココアをすすり、普段のように巻きタバコをふかし出した。巻きタバコの煙はバラ色の壁へかすかに青い煙を立ち上らせていった。この優しい色の調和もやはり僕には愉快だった。けれども僕はしばらくの間、僕の左の壁にかけたナポレオンの肖像画を見つけ、そろそろまた不安を感じ出した。ナポレオンはまだ学生だった時、彼の地理のノートブックの最後に、セントヘレナ、小さい島、と記していた。それはあるいは僕らの言うように偶然だったかもしれなかった。しかしナポレオン自身にさえ恐怖を呼び起こしたのは確かだった。僕はナポレオンを見つめたまま、僕自身の作品を考え出した。するとまず記憶に浮かんだのは、種々の言葉の中のアフォリズムだった。ことに、人生は地獄よりも地獄的であるという言葉だった。それから地獄編の主人公、義秀という絵師の運命だった。それから僕は巻きタバコをふかしながら、こういう記憶から逃れるためにこのカフェの中を眺め回した。僕のここへ避難したのは5分も経たない前のことだった。しかしこのカフェは短時間の間にすっかり様子を改めていた。中んずく僕を不快にしたのは、マホガニーまがいの椅子やテーブルの少しもあたりのバラ色の壁と調和を保っていないことだった。僕はもう一度人目に見えない苦しみの中に落ち込むのを恐れ、銀貨を一枚投げ出すが早いか、そうそうこのカフェを出ようとした。もしもし、20銭いただきますが。僕の投げ出したのはどうかだった。僕は屈辱を感じながら、一人往来を歩いているうちに、ふと遠い松林の中にある僕の家を思い出した。それはある郊外にある僕の養父母の家ではない。ただ僕を中心にした家族のために借りた家だった。僕はかれこれ10年前にもこういう家に暮らしていた。しかし、ある事情のために軽率にも父母と同居しだした。同時に、また奴隷に、暴君に、力のない利己主義者に変わりだした。前のホテルに帰ったのはもうかれこれ10時だった。ずっと長い道を歩いてきた僕は、僕の部屋へ帰る力を失い、太い丸太の火を燃やした炉の前の椅子に腰を下ろした。それから僕の計画していた長編のことを考え出した。それは水古から明治に至る各時代の民を主人公にし、だいたい30余りの短編を時代順に連ねた長編だった。僕は火の粉の舞い上がるのを見ながら、ふと宮城の前にあるある銅像を思い出した。この銅像は甲冑を着、忠義の心そのもののように高々と馬の上にまたがっていた。しかし彼の敵だったのは、嘘。僕はまた遠い過去から間近い現代へ滑り落ちた。そこへ幸いにも来合わせたのは、ある先輩の彫刻家だった。彼は相変わらずビロードの服を着、短い焼きひげを剃らせていた。僕は椅子から立ち上がり、彼の差し出した手を握った。それは僕の習慣ではない。パリやベルリンに半生を送った彼の習慣に従ったのだった。が、彼の手は不思議にも爬虫類の皮膚のように湿っていた。君はここに泊まっているのですか？ええ。仕事をしに？ええ。仕事もしているのです。彼はじっと僕の顔を見つめた。僕は彼の目の中に探偵に近い表情を感じた。どうです？僕の部屋へ話しに来ては。僕は挑戦的に話しかけた。
この勇気に乏しいくせに、たちまち挑戦的態度を取るのは僕の悪癖の一つだった。すると彼は微笑しながら、どこ？君の部屋は？と尋ね返した。僕らは親友のように肩を並べ、静かに話している外国人たちの中を僕の部屋へ帰って行った。彼は僕の部屋へ来ると、鏡を後ろにして腰を下ろした。それから、いろいろのことを話し出した。いろいろのことを？しかし大抵は女の話だった。僕は罪を犯したために地獄に落ちた一人に違いなかった。が、それだけに悪徳の話はなお僕を憂鬱にした。僕は一時的正教徒になり、それらの女をあざけり出した。エスコさんの唇を見たまえ。あれは何人もの接吻のために。僕はふと口をつぐみ、鏡の中に彼の後ろ姿を見つめた。彼はちょうど耳の下に黄色い公薬を貼り付けていた。何人もの接吻のために？そんな人のように思いますがね。彼は微笑してうなずいていた。僕は彼の内心では僕の秘密を知るために絶えず僕を注意しているのを感じた。けれどもやはり僕らの話は女のことを離れなかった。僕は彼を憎むよりも僕自身の気の弱いのを恥じ、なお憂鬱にならずにはいられなかった。やっと彼の帰った後、僕はベッドの上に転がったまま、暗夜航路を読み始めた。主人公の精神的闘争はいちいち僕には痛切だった。僕はこの主人公に比べると、どのくらい僕のアホだったかを感じ、いつか涙を流していた。同時にまた、涙は僕の気持ちにいつか平和を与えていた。が、それも長いことではなかった。僕の右の目は、もう一度半透明の歯車を感じ出した。歯車はやはり回りながら、次第に数を増やしていった。僕は頭痛の始まることを恐れ、枕元に本を置いたまま、0.8 グラムのバロナールを飲み、とにかくぐっすり眠ることにした。けれども僕は、夢の中にあるプールを眺めていた。そこにはまた、男女の子供たちが何人も泳いだり潜ったりしていた。僕はこのプールを後ろに、向こうの松林へ歩いていった。すると誰か後ろから、お父さん、と僕に声をかけた。僕はちょっと振り返り、プールの前に立った妻を見つけた。同時にまた激しい後悔を感じた。お父さん、タオルは？タオルはいらない。子供たちに気をつけるのだよ。僕はまた歩みを続け出した。が、僕の歩いているのはいつかプラットフォームに変わっていた。それは田舎の停車場だったと見え、長い生垣のあるプラットフォームだった。そこにはまた H という大学生や年を取った女も佇んでいた。彼らは僕の顔を見ると、僕の前に歩み寄り、口々に僕へ話しかけた。大火事でしたわね。僕もやっと逃げてきたの。僕はこの年を取った女に何か見覚えのあるように感じた。のみならず彼女と話していることにある愉快な興奮を感じた。そこへ汽車は煙を上げながら静かにプラットフォームへ横付けになった。僕は一人この汽車に乗り、両側に白い布を垂らした寝台の間を歩いていった。すると、ある寝台の上にミイラに近い裸体の女が一人こちらを向いて横になっていた。それはまた僕の復讐の神、ある狂人の娘に違いなかった。僕は目を覚ますか早いか、思わずベッドを飛び降りていた。
僕の部屋は相変わらず電灯の光に明るかった。が、どっかに翼の音やネズミのきしる音も聞こえていた。僕は戸を開けて廊下へ出、前の炉の前へ急いで行った。それから椅子に腰を下ろしたまま、おぼつかない炎を眺め出した。そこへ白い服を着た弓士が一人、焚き火をくわえに歩み寄った。何時？3時半ぐらいでございます。しかし向こうのロビーの隅には、アメリカ人らしい女が一人、何か本を読み続けた。彼女の着ているのは、遠目に見ても緑色のドレスに違いなかった。僕は何か救われたのを感じ、じっと夜の明けるのを待つことにした。長年の病苦に悩み抜いた挙句、静かに死を待っている老人のように。4、まだ。僕はこのホテルの部屋に、やっと前の短編を書き上げ、ある雑誌に送ることにした。もっとも、僕の原稿料は1週間の滞在費にも足りないものだった。が、僕は僕の仕事を片付けたことに満足し、何か精神的競争剤を求めるために、銀座のある本屋へ出かけることにした。冬の日の当たったアスファルトの上には、紙くずがいくつも転がっていた。それらの紙くずは光の加減か、いずれもバラの花にそっくりだった。僕は何者かの好意を感じ、その本屋の店へ入っていった。そこもまた普段よりも小綺麗だった。ただ、メガネをかけた小娘が一人、何か店員と話していたのは、僕には気がかりにならないこともなかった。けれども僕は、往来に落ちた紙くずのバラの花を思い出し、アナトール・フランスの対話集やメリメイの書簡集を買うことにした。僕は2冊の本を抱え、あるカフェへ入っていった。それから一番奥のテーブルの前にコーヒーの来るのを待つことにした。僕の向こうには親子らしい男女が2人座っていた。その息子は僕よりも若かったものの、ほとんど僕にそっくりだった。のみならず、彼らは恋人同士のように顔を近づけて話し合っていた。僕は彼らを見ているうちに、少なくとも息子は性的にも母親に慰めを与えていることを意識しているのに気づき出した。それは僕にも覚えのある親和力の一例に違いなかった。同時にまた、現世を地獄にするある意志の一例にも違いなかった。しかし、僕はまた苦しみに陥るのを恐れ、ちょうどコーヒーの来たのを幸い、メリメイの書簡集を読み始めた。彼はこの書簡集の中にも、彼の小説の中のように鋭いアフォリズムをひらめかせていた。それらのアフォリズムは、僕の気持ちをいつか鉄のように頑丈にしだした。この影響を受けやすいことも僕の弱点の一つだった。僕は一杯のコーヒーを飲み終わった後、何でも来いという気になり、さっさとこのカフェを後ろにしていった。僕は往来を歩きながら、いろいろの飾り窓を覗いていった。ある額縁屋の飾り窓は、ベートーベンの肖像画を掲げていた。それは髪を逆立てた天才そのものらしい肖像画だった。僕はこのベートーベンを滑稽に感じずにはいられなかった。そのうちにふと出会ったのは高等学校以来の旧友だった。この応用科学の大学教授は大きい中折れカバンを抱え、片目だけ真っ赤に血を流していた。どうした君の目は。これか。これはただの結膜炎さ。僕はふと14、15年以来、いつも親和力を感じるたびに僕の目も
彼の目のように結膜炎を起こすのを思い出した。が、何とも言わなかった。彼は僕の肩を叩き、僕らの友達のことを話し出した。それから話を続けたまま、あるカフェへ僕を連れて行った。久しぶりだな。主春水の顕微式以来だろう。彼は葉巻に火をつけた後、大理石のテーブル越しにこう僕に話しかけた。そうだ、主春。僕はなぜか主春水という言葉を正確に発音できなかった。それは日本語だっただけにちょっと僕を不安にした。しかし彼は無頓着にいろいろのことを話していった。K という小説家のことを、彼の飼ったブルドッグのことを、リウイサイトという毒ガスのことを。君はちっとも書かないようだね。天気簿というのは読んだけれども、あれは君の自叙伝かい？うん、僕の自叙伝だ。あれはちょっと病的だったぜ。この頃体はいいのかい？相変わらず薬ばかり飲んでいる始末だ。僕もこの頃は不眠症だがね。僕も？どうして君は僕もと言うんだ？だって君も不眠症だって言うじゃないか。不眠症は危険だぜ。彼は左だけ充血した目に微笑に近いものを浮かべていた。僕は返事をする前に不眠症の章の発音を正確にできないのを感じ出した。気違いの息子には当たり前だ。僕は10分と経たないうちに一人また往来を歩いていった。アスファルトの上に落ちた紙くずは時々僕ら人間の顔のようにも見えないことはなかった。すると向こうから断髪にした女が一人通りかかった。彼女は遠目には美しかった。けれども目の前へ来たのを見ると、小じわのある上に醜い顔をしていた。のみならず妊娠しているらしかった。僕は思わず顔を背け、広い横丁を曲がっていった。が、しばらく歩いているうちに痔の痛みを感じ出した。それは僕には座欲より他に治すことのできない痛みだった。座欲。ベートーベンもやっぱり座欲をしていた。座欲に使う硫黄の匂いは、たちまち僕の鼻を襲い出した。しかしもちろん、往来にはどこにも硫黄は見えなかった。僕はもう一度、紙くずのバラの花を思い出しながら、努めてしっかりと歩いていった。1時間ばかり経った後、僕は僕の部屋に閉じこもったまま、窓の前の机に向かい、新しい小説に取り掛かっていた。ペンは僕にも不思議だったくらい、ずんずん原稿用紙の上を走っていった。しかしそれも2、3時間の後には、誰か僕の目に見えないものに抑えられたように止まってしまった。僕はやむを得ず、机の前を離れ、あちこちと部屋の中を歩き回った。僕の古代妄想は、こういう時に最も著しかった。僕は野蛮な喜びの中に、僕には良心もなければ妻子もない。ただ僕のペンから流れ出した命だけあるという気になっていた。けれども僕は4、5分の後、電話に向かわなければならなかった。電話は何度返事をしても、ただ何か曖昧な言葉を繰り返して伝えるばかりだった。が、それはともかくも、モールと聞こえたのに違いなかった。僕はとうとう電話を離れ、もう一度部屋の中を歩き出した。しかしモールという言葉だけは、妙に気になってならなかった。モール。M-O-L-E。モールは、モグラ餅という英語だった。この連想も僕には愉快ではなかった。が、僕は2、3秒の後、
モールをラモールに綴り直した。ラモールは死というフランス語はたちまち僕を不安にした。死は姉の夫に迫っていたように僕にも迫っているらしかった。けれども僕は不安の中にも何かおかしさを感じていた。のみならず、いつか微笑していた。このおかしさは何のために起こるか、それは僕自身にもわからなかった。僕は久しぶりに鏡の前に立ち、まともに僕の影と向かい合った。僕の影ももちろん微笑していた。僕はこの影を見つめているうちに、第二の僕のことを思い出した。第二の僕。ドイツ人の、いわゆるドッペルゲンガーは、幸せにも僕自身に見えたことはなかった。しかし、アメリカの映画俳優になった K 君の夫人は、第二の僕を帝劇の廊下に見かけていた。僕は突然 K 君の夫人に、先だってはついご挨拶もしませんで、と言われ、当惑したことを覚えている。それからもう個人になったある片足の翻訳家も、やはり銀座のあるタバコ屋に第二の僕を見かけていた。死はあるいは僕よりも第二の僕に来るのかもしれなかった。もしまた僕に来たとしても、僕は鏡に後ろを向け、窓の前の机へ帰っていった。近くに凝灰岩を組んだ窓は、枯れ芝や池を覗かせていた。僕はこの庭を眺めながら、遠い松林の中に焼いた何冊かのノートブックや未完成の戯曲を思い出した。それからペンを取り上げると、もう一度新しい小説を書き始めた。5. 釈光。日の光は僕を苦しめ出した。僕は実際、もぐら餅のように窓の前へカーテンを下ろし、昼間も電灯を灯したまま、せっせと前の小説を続けていった。それから仕事に疲れると、テーヌのイギリス文学史を広げ、詩人たちの生涯に目を通した。彼らはいずれも不幸だった。エリザベス朝の巨人たちさえ、一代の学者だったベン・ジョンソンさえ、彼の足の親指の上にローマとカルセージとの軍勢の戦いを始めるのを眺めたほど神経的疲労に陥っていた。僕はこういう彼らの不幸に残酷な悪意に満ち満ちた喜びを感じずにはいられなかった。ある東風の強い夜、それは僕には良い印だった。僕は地下室を抜けて往来へ出、ある老人を訪ねることにした。彼はある聖書会社の屋根裏にたった一人小遣いをしながら、祈祷や読書に精進していた。僕らは火鉢に手をかざしながら、壁にかけた十字架の下にいろいろのことを話し合った。なぜ僕の母は発狂したか。なぜ僕の父の授業は失敗したか。なぜまた僕は罰せられたか。それらの秘密を知っている彼は、妙に厳かな微笑を浮かべ、いつまでも僕の相手をした。のみならず、時々短い言葉に人生のカリカチュアを描いたりした。僕はこの屋根裏の忍者を尊敬しないわけにはいかなかった。しかし彼と話しているうちに、彼もまた親和力のために動かされていることを発見した。その植木屋の娘というのは器量もいいし、気立てもいいし、それは私に優しくしてくれるのです。いくつ？今年で18です。それは彼には父らしい愛であるかもしれなかった。しかし僕は彼の目の中に情熱を感じずにはいられなかった。のみならず彼の勧めたリンゴはいつか黄ばんだ皮の上へ
一角獣の姿を現していた。僕は木目やコーヒー茶碗のひびにたびたび神話的動物を発見していた。一角獣はキリンに違いなかった。僕はある敵意のある批評家の僕を910年代のキリン児と呼んだのを思い出し、この十字架のかかった屋根裏も安全地帯ではないことを感じた。いかがですか、この頃は。相変わらず神経ばかりイライラしてね。それは薬でもダメですよ。信者になる気はありませんか？もし僕でもなれるものなら、何も難しいことはないのです。ただ神を信じ、神の子のキリストを信じ、キリストの行った奇跡を信じさえすれば、悪魔を信じることはできますがね。では、なぜ神を信じないのです？もし影を信じるならば、光も真実にはいられないでしょう。しかし、光のない闇もあるでしょう。光のない闇とは。僕は黙るより他はなかった。彼もまた僕のように闇の中を歩いていた。が、闇のある以上は光もあると信じていた。僕らの論理の異なるのはただこういう一点だけだった。しかしそれは少なくとも僕には越えられない溝に違いなかった。けれども、光は必ずあるのです。その証拠には奇跡があるのですから。奇跡などというものは今でもたびたび起こっているのですよ。それでは悪魔の行う奇跡は？どうしてまた悪魔などというのです？僕はこの12年の間、僕自身の経験したことを彼に話したい誘惑を感じた。が、彼から妻子に伝わり、僕もまた母のように精神病院に入ることを恐れないわけにもいかなかった。あそこにあるのは、このたくましい老人は古い書棚を振り返り、何か牧羊人らしい表情を示した。ドストエフスキー全集です。罪と罰はお読みですか？僕はもちろん10年前にも4、5冊のドストエフスキーに親しんでいた。が、偶然彼の言った罪と罰という言葉に感動し、この本を貸してもらった上、前のホテルへ帰ることにした。伝統の光に輝いた人通りの多い往来は、やはり僕には不快だった。ことに知り人に会うことは、到底耐えられないのに違いなかった。僕は努めて暗い往来を選び、盗人のように歩いて帰った。しかし僕はしばらくの後、いつか胃の痛みを感じ出した。この痛みを止めるものは、一杯のウイスキーのあるだけだった。僕はあるバーを見つけ、その戸を押して入ろうとした。けれども狭いバーの中には、タバコの煙の立ち込めた中に、芸術家らしい青年たちが何人も群がって酒を飲んでいた。のみならず、彼らの真ん中には、耳隠しに言った女が一人、熱心にマンドリンを弾き続けていた。僕はたちまち当惑を感じ、戸の中には入らずに引き返した。するといつか僕の影の左右に揺れているのを発見した。しかも僕を照らしているのは不気味にも赤い光だった。僕は往来に立ち止まった。けれども僕の影は前のように絶えず左右に動いていた。僕はおずおず振り返り、やっとこのバーの軒に吊った色ガラスのランタンを発見した。
ランタンは激しい風のために、おもむろに空中に動いていた。僕の次に入ったのは、ある地下室のレストランだった。僕はそこのバーの前に立ち、ウイスキーを一杯注文した。ウイスキーを？ブラック&ホワイトばかりでございますが。僕はソーダ水の中にウイスキーを入れ、黙って一口ずつ飲み始めた。僕の隣には新聞記者らしい30前後の男が2人、何か小声に話していた。のみならず、フランス語を使っていた。僕は彼らに背中を向けたまま、全身に彼らの視線を感じた。それは実際、電波のように僕の体に応えるものだった。彼らは確かに僕の名を知り、僕の噂をしているらしかった。Bien, très, mauvais, pourquoi? Pourquoi? Le diable est mort. Oui, oui, d'enfer. 僕は銀貨を一枚投げ出し、それは僕の持っている最後の一枚の銀貨だった。この地下室の外へ逃れることにした。夜風の吹き渡る往来は、多少胃の痛みの薄らいだ僕の神経を丈夫にした。僕はラスコルニコフを思い出し、何事も懺悔したい欲望を感じた。が、それは僕自身の他にも、いや、僕の家族の他にも悲劇を生じるのに違いなかった。のみならず、この欲望さえ真実かどうかは疑わしかった。もし僕の神経さえ常人のように丈夫になれば、けれども僕はそのためにはどこかへ行かなければならなかった。マドリードへ、リオへ、サマルカンドへ。そのうちにある店の軒に吊った白い小型の看板は突然僕を不安にした。それは自動車のタイヤに翼のある商標を描いたものだった。僕はこの商標に人工の翼を頼りにした古代のギリシャ人を思い出した。彼は空中に舞い上がった挙句、太陽の光に翼を焼かれ、とうとう海中に溺死していた。マドリードへ、リオへ、サマルカンドへ。僕はこういう僕の夢を嘲笑わないわけにはいかなかった。同時にまた、復讐の神に追われたオレステスを考えないわけにもいかなかった。僕は運河に沿いながら暗い往来を歩いていった。そのうちにある郊外にある養父母の家を思い出した。養父母はもちろん僕の帰るのを待ち暮らしているのに違いなかった。おそらくは僕の子供たちも。しかし僕はそこへ帰ると、おのずから僕を束縛してしまうある力を恐れずにはいられなかった。運河は波立った水の上にだるま船を一艘横付けにしていた。そのまただるま船は船の底から薄い光を漏らしていた。そこにも何人かの男女の家族は生活しているのに違いなかった。やはり愛し合うために憎み合いながら。が、僕はもう一度戦闘的精神を呼び起こし、ウイスキーの酔いを感じたまま前のホテルへ帰ることにした。僕はまた机に向かい、メリメイの書簡集を読み続けた。それはまた、いつの間にか僕に生活力を与えていた。しかし僕は、晩年のメリメイの新教徒になっていたことを知ると、にわかに仮面の影にあるメリメイの顔を感じ出した。彼もまたやはり僕らのように暗闇の中を歩いている一人だった。暗闇の中を。暗夜航路はこういう僕には恐ろしい本に変わり始めた。僕は憂鬱を忘れるためにアナトール・フランスの対話集を読み始めた。が、この近代の牧羊神も
やはり十字架を担っていた。1時間ばかり経った後、九死は僕に一束の郵便物を渡しに顔を出した。それらの一つは、ライプツィヒの本屋から僕に近代の日本の女という小論文を書けというものだった。なぜ彼らは特に僕にこういう小論文を書かせるのであろう。のみならずこの英語の手紙は、我々はちょうど日本画のように黒と白の他に色彩のない女の肖像画でも満足であるという肉筆の PS を加えていた。僕はこういう一行にブラック&ホワイトというウイスキーの名を思い出し、ズタズタにこの手紙を破ってしまった。それから今度は手当たり次第に一つの手紙の封を切り、黄色い書簡線に目を通した。この手紙を書いたのは僕の知らない青年だった。しかし、2、3行も読まないうちに、あなたの地獄編は、という言葉は僕を苛立たせずにはおかなかった。3番目に封を切った手紙は、僕の甥いから来たものだった。僕はやっと一息つき、家事上の問題などを読んでいった。けれどもそれさえ最後へ来ると、いきなり僕を打ちのめした。歌集、釈光の再版を送りますから。釈光。僕は何者かの霊障を感じ、僕の部屋の外へ避難することにした。廊下には誰も人影はなかった。僕は片手に壁を押さえ、やっとロビーへ歩いて行った。それから椅子に腰を下ろし、とにかく巻きタバコに火を移すことにした。巻きタバコはなぜかエアーシップだった。僕はこのホテルへ落ち着いてから、いつもスターばかり吸うことにしていた。人工の翼はもう一度僕の目の前へ浮かび出した。僕は向こうにいる九死を呼び、スターを2箱もらうことにした。しかし九死を信用すれば、スターだけはあいにく品切れだった。エアーシップならばございますが、僕はかぶりを振ったまま、広いロビーを眺め回した。僕の向こうには外国人が4、5人、テーブルを囲んで話していた。しかも彼らの中の一人、赤いワンピースを着た女は、小声に彼らと話しながら、時々僕を見ているらしかった。ミセス・タウンゼン。何か僕の目に見えないものは、こう僕に囁いていった。ミセス・タウンズヘッドなどという名は、もちろん僕の知らないものだった。たとえ向こうにいる女の名にしても、僕はまた椅子から立ち上がり、発狂することを恐れながら、僕の部屋へ帰ることにした。僕は僕の部屋へ帰ると、すぐにある精神病院へ電話をかけるつもりだった。が、そこへ入ることは僕には死ぬことに変わらなかった。僕は散々ためらった後、この恐怖を紛らすために、罪と罰を読み始めた。しかし偶然開いたページは、カラマーゾフ兄弟の一節だった。僕は本を間違えたのかと思い、本の表紙へ目を落とした。罪と罰。本は罪と罰に違いなかった。僕はこの製本屋の閉じ違いに、そのまた閉じ違えたページを開いたことに、運命の指の動いていることを感じ、やむを得ずそこを読んでいった。けれども1ページも読まないうちに全身が震えるのを感じ出した。そこは悪魔に苦しめられるイヴァンを描いた一節だった。イヴァンを、ストリントベルグを、モーパッサンを、あるいはこの部屋にいる僕自身を。こういう僕を救うものはただ眠りのあるだけだった。しかし、催眠剤はいつの間にか一包みも残らずになくなっていた。僕は到底眠らずに苦しみ続けるのにこらえなかった。
が、絶望的な勇気を生じ、コーヒーを持ってきてもらった上、死に物狂いにペンを動かすことにした。2枚、5枚、7枚、10枚。原稿はみるみる出来上がっていった。僕はこの小説の世界を超自然の動物に満たしていた。のみならずその動物の一匹に僕自身の肖像画を描いていた。けれども疲労はおもむろに僕の頭を曇らせ始めた。僕はとうとう机の前を離れ、ベッドの上へ仰向けになった。それから4、50分間は眠ったらしかった。しかしまた、誰か僕の耳にこういう言葉を囁いたのを感じ、たちまち目を覚まして立ち上がった。ル・ジャブロ・エ・モー。凝海岸の窓の外はいつか冷え冷えと明けかかっていた。僕はちょうど戸の前に佇み、誰もいない部屋の中を眺め回した。すると向こうの窓ガラスは、まだら二回忌に曇った上に、小さい風景を表していた。それは、黄ばんだ松林の向こうに、海のある風景に違いなかった。僕はおずおず窓の前へ近づき、この風景を作っているものは、実は庭の枯れ芝や池だったことを発見した。けれども僕の錯覚はいつか僕の家に対する郷愁に近いものを呼び起こしていた。僕は9時にでもなり次第、ある雑誌社へ電話をかけ、とにかく金の都合をした上、僕の家へ帰る決心をした。机の上に置いたカバンの中へ、本や原稿を押し込みながら。6. 飛行機。僕は東海道線のある停車場からその奥のある避暑地へ自動車を飛ばした。運転手はなぜかこの寒さに古いレインコートを引っ掛けていた。僕はこの暗号を不気味に思い、努めて彼を見ないように窓の外へ目をやることにした。すると、低い松の生えた向こうに、おそらくは古い街道に葬式が一列通るのを見つけた。白針の提灯や竜頭はその中に加わってはいないらしかった。が、金銀の造花の蓮は静かに腰の前後に揺らいでいった。やっと僕の家へ帰った後、僕は祭祀や催眠薬の力により、2、3日はかなり平和に暮らした。僕の2階は松林の上に、かすかに海を覗かせていた。僕はこの2階の机に向かい、鳩の声を聞きながら、午前だけ仕事をすることにした。鳥は鳩やカラスの他にも、スズメも縁側へ舞い込んだりした。それもまた僕には愉快だった。気弱胴にいる。僕はペンを持ったまま、その度にこんな言葉を思い出した。ある生暖かい曇天の午後、僕はある雑貨店へインクを買いに出かけて行った。するとその店に並んでいるのはセピア色のインクばかりだった。セピア色のインクはどのインクよりも僕を不快にするのを常としていた。僕はやむを得ずこの店を出、人通りの少ない往来をぶらぶら一人歩いていった。そこへ向こうから近眼らしい40前後の外国人が一人、肩をそびやかせて通りかかった。彼はここに住んでいる被害妄想郷のスウェーデン人だった。しかも彼の名はストリントベルグだった。僕は彼とすれ違うとき、肉体的に何か応えるのを感じた。この往来はわずかに2、3丁だった。が、その2、3丁を通るうちに、ちょうど半面だけ黒い犬は4度も僕のそばを通っていった。僕は横丁を曲がりながら、ブラック&ホワイトのウイスキーを思い出した。のみならず、今のストリントベルグのタイも黒と白だったのを思い出した。
それは僕にはどうしても偶然であるとは考えられなかった。もし偶然でないとすれば、僕は頭だけ歩いているように感じ、ちょっと往来に立ち止まった。道端には針金の柵の中にかすかに虹の色を帯びたガラスの鉢が一つ捨ててあった。この鉢はまた、そこの周りに翼らしい模様を浮き上がらせていた。そこへ松の梢からスズメが何羽も舞い下がってきた。が、この鉢のあたりへ来ると、どのスズメも皆、言い合わしたように一度に空中へ逃げ上っていった。僕は妻の実家へ行き、庭先の遠い巣に腰を下ろした。庭の隅の金網の中には、白いレグ本種の鶏が何羽も静かに歩いていた。それからまた、僕の足元には黒犬も一匹横になっていた。僕は誰にもわからない疑問を解こうと焦りながら、とにかく外見だけは冷ややかに、妻の母や弟と世間話をした。静かですね、ここへ来ると。それはまだ東京よりもね。ここでもうるさいことはあるのですか？だって、ここも世の中ですもの。妻の母はこう言って笑っていた。実際この避暑地もまた世の中であるのに違いなかった。僕はわずかに1年ばかりの間に、どのくらいここにも罪悪や悲劇の行われているかを知り尽くしていた。おもむろに患者を毒殺しようとした医者、養子夫妻の家に放火した老婆、妹の資産を奪おうとした弁護士。それらの人々の家を見ることは、僕にはいつも人生の中に地獄を見ることに異ならなかった。この町には、気違いが一人いますね。H ちゃんでしょ？あれは気違いじゃないのですよ。馬鹿になってしまったのですよ。創発性地方というやつですね。僕はあいつを見るたびに気味が悪くってたまりません。あいつはこの間もどういう了見か、馬頭観世音の前にお辞儀をしていました。気味が悪くなるなんて、もっと強くならなければダメですよ。兄さんは僕などよりも強いのだけれども。武将髭を伸ばした妻の弟も、寝床の上に起き直ったまま、いつもの通り遠慮がちに僕らの話に加わり出した。強い中に弱いところもあるから。おやおや、それは困りましたね。僕はこういった妻の母を見、苦笑しないわけにはいかなかった。すると弟も微笑しながら、遠い柿の外の松林を眺め、何かうっとりと話し続けた。この若い病後の弟は、時々僕には肉体を脱した精神そのもののように見えるのだった。妙に人間離れをしているかと思えば、人間的欲望も随分激しいし。善人かと思えば悪人でもあるしさ。いや、善悪というよりも、なんかもっと反対なものが。じゃあ、大人の中に子供もあるんだろう。そうでもない。僕にははっきりと言えないけれど、電気の両極に似ているのかな。何しろ反対なものを一緒に持っている。そこへ僕らを驚かしたのは、激しい飛行機の響きだった。僕は思わず空を見上げ、松の梢に触れないばかりに舞い上がった飛行機を発見した。それは翼を黄色に塗った珍しい単葉の飛行機だった。鶏や犬はこの響きに驚き、それぞれ八方へ逃げ回った。ことに犬は吠え立てながら、尾を巻いて縁の下へ入ってしまった。あの飛行機は落ちはしないか？大丈夫。兄さんは
飛行機病という病気を知っている？僕は巻きタバコに火をつけながら、いや、という代わりにかぶりを振った。ああいう飛行機に乗っている人は、航空の空気ばかり吸っているものだから、だんだんこの地面の上の空気にこらえられないようになってしまうのだって。妻の母の家を後ろにした後、僕は枝一つ動かさない松林の中を歩きながら、じりじり憂鬱になっていった。なぜあの飛行機は他へ行かずに、僕の頭の上を通ったのであろう。なぜまたあのホテルは、巻きタバコのエアシップばかり売っていたのであろう。僕はいろいろの疑問に苦しみ、人気のない道を酔って歩いていった。海は低い砂山の向こうに一面に灰色に曇っていた。そのまた砂山にはブランコのないブランコ台が一つ突っ立っていた。僕はこのブランコ台を眺め、たちまち公主台を思い出した。実際またブランコ台の上にはカラスが二三羽止まっていた。カラスは皆僕を見ても飛び立つ景色さえ示さなかった。のみならず、真ん中に止まっていたカラスは、大きいくちばしを空へ上げながら、確かによたび声を出した。僕は芝の枯れた砂土手に沿い、別荘の多い小道を曲がることにした。この小道の右側には、やはり高い松の中に、2階のある木造の西洋家屋が一軒、白々と立っているはずだった。僕の親友はこの家のことを、春のいる家と称していた。が、この家の前へ通りかかると、そこにはコンクリートの土台の上にバスタブが一つあるだけだった。火事。僕はすぐにこう考え、そちらを見ないように歩いていった。すると自転車に乗った男が一人、まっすぐに向こうから近づき出した。彼は焦げ茶色の鳥打ち帽をかぶり、妙にじっと目を据えたまま、ハンドルの上へ身をかがめていた。僕はふと彼の顔に姉の夫の顔を感じ、彼の目の前へ来ないうちに横の小道へ入ることにした。しかしこの小道の真ん中にも、腐ったもぐら餅の死骸が一つ、腹を上にして転がっていた。何者かの僕を狙っていることは、一足ごとに僕を不安にしだした。そこへ半透明な歯車も一つずつ僕の視野を遮り出した。僕はいよいよ最後の時の近づいたことを恐れながら、首筋をまっすぐにして歩いていった。歯車は数の増えるのにつれ、だんだん急に回り始めた。同時にまた、右の松林はひっそりと枝をかわしたまま、ちょうど細かい切子ガラスを透かしてみるようになり始めた。僕は動機の高まるのを感じ、何度も道端に立ち止まろうとした。けれども誰かに押されるように立ち止まることさえ容易ではなかった。30分ばかり経った後、僕は僕の2階に仰向けになり、じっと目をつぶったまま、激しい頭痛をこらえていた。すると、僕のまぶたの裏に、銀色の羽を鱗のように畳んだ翼が一つ見え始めた。それは実際、網膜の上にはっきりと映っているものだった。僕は目を開いて天井を見上げ、もちろん何も天井にはそんなもののないことを確かめた上、もう一度目をつぶることにした。しかし、やはり銀色の翼はちゃんと暗い中に映っていた。僕はふと、この間乗った自動車のラジエーターキャップにも翼のついていたことを思い出した。そこへ誰かはしご段を慌ただしく登ってきたかと思うと、すぐにまたバタバタ駆け下りていった。僕はその誰かの妻だったことを知り、驚いて体を起こすが早いか、ちょうどはしご段の前にある薄暗い茶の間へ顔を出した。すると妻は突っ伏したまま、息切れをこらえていると見え、絶えず肩を震わしていた。どうした？いえ、どうもしないのです。
妻はやっと顔をもたげ、無理に微笑して話し続けた。どうもしたわけではないのですけれどもね。ただ、なんだかお父さんが死んでしまいそうな気がしたものですから。それは僕の一生の中でも最も恐ろしい経験だった。僕はもうこの先を書き続ける力を持っていない。こういう気持ちの中に生きているのは何とも言われない苦痛である。誰か僕の眠っているうちにそっと絞め殺してくれるものはないか。